皆さんこんにちは、ゆいです。今日も私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。こんにちは、あきらです。いつも聞いてくれてありがとうございます。あきらさん、今朝の電車乗りました？もう本当に人が多くて大変でしたよ。通勤ラッシュですね。日本の朝の電車は世界的にも有名なくらい混みますからね。そうそう。体がぎゅうぎゅうに押されて会社に着く前に疲れちゃいます。わかります。毎日あの中で過ごすのはかなりのストレスになりますよね。だから今日はこの通勤ラッシュでイライラしない秘訣をテーマに話したいと思います。いいですね。人によって乗り切り方が全然違うと思うので面白い話ができそうです。あきらさんと私でも性格が違うから対策も違いそうですよね。確かにそうですね。リスナーの皆さんも自分のスタイルに近い方を参考にしてみてください。では早速本題に入りましょうか。はい、よろしくお願いします。まずは満員電車の何が一番嫌なのかちょっと整理してみましょそうですね。問題をはっきりさせると解決策も見えやすくなりますからね。う。私が一番イライラするのはやっぱりパーソナルスペースがないことです。パーソナルスペース、つまり自分だけの空間ですね。はい。知らない人と肩がぶつかったり、息がかかるくらい近かったりするのが本当に苦手で。それは誰でもストレスを感じますよ。日本のラッシュ時は身動きが取れないことも多いですからね。あきらさんはどうですか？何が一番気になりますか？僕が嫌なのは、時間が読めないことです。電車の遅延ですね。なるほど。人が多すぎてドアが閉まらなくて遅れるやつですね。そうです。予定通りに会社に着かないかもしれないという不安が一番のイライラの原因になります。確かに。ただでさえ苦しい電車の中で、さらに5分も10分も長く立っていないといけないのは最悪です。ええ。だから僕はその状況自体を避けるための工夫をしています。どんな工夫ですか？一番シンプルで効果的なのは時間をずらすことです。時差通勤ですね。時間をずらす。でもそれって朝もっと早く起きるってことですよね。そうです。みんなが乗るピークの時間の30分か40分前に家を出ます。うわあきらさんすごい。私は朝が本当に苦手なので、その方法はちょっとハードルが高いかも。もちろん最初は早く起きるのが少し辛かったです。でもメリットがとても大きいんですよ。メリットですか？そんなに電車が空いているんですか？はい。座れることも多いですし、立っていても本を読むスペースくらいは十分にあります。本が読めるのはいいですね。私はスマホを見るのすら大変な時がありますから。それに遅延のトラブルも少ないんです。だから電車の中でニュースを読んだり、オーディオブックを聞いたりして時間を有効に使えます。なるほど。通勤時間をただ耐える時間じゃなくて、勉強や情報収集の時間に変えているんですね。その通りです。早く会社に着いたら、近くのカフェで少し仕事を整理することもできますし、心に余裕ができます。さすがあきらさん。効率的で時間を無駄にしないスタイルですね。性格が出ますよね。ストレスを減らすために、環境そのものを変えてしまうのが僕のやり方です。とても理にかなっていると思います。でも私にはやっぱり早起きという別のストレスが増えちゃいそうで。ゆいさんは睡眠時間を削るのは嫌なんですよね。そうなんです。私はギリギリまで寝ていたいタイプなので、混んでいる電車に乗ることは受け入れるしかないんです。なるほど。環境を変えられないなら、ゆいさんはどうやってイライラを抑えているんですか？ふふふ。私はね、
ご褒美の力を最大限に使って気分を良くすることに集中しています。ご褒美ですか？通勤中にご褒美ってどういうことですか？例えば、駅の近くのカフェで少し高くて美味しいラテを買ってから電車に乗るんです。へえ、毎朝ですか？それは結構お金がかかりそうですね。毎朝じゃないですよ。本当に疲れている時や、どうしても行きたくない月曜日の朝とかです。美味しいコーヒーの香りを嗅ぐだけでちょっと幸せな気分になれますから。なるほど。少しお金を使ってでもいい気分を買っているんですね。そうです。500円で最悪な40分の通勤がカフェタイムに変わるなら安い投資ですよ。考え方が面白いですね。僕はどうしても節約を考えてしまうので、水筒でお茶を持っていくタイプです。それも素晴らしいですよ。でも私にとって通勤はいかに自分を甘やかすかが大事なんです。音楽もすごくこだわっていますよ。音楽ですか？どんな曲を聴くんですか？リラックスできる静かな曲とか。いえいえ、逆です。ものすごくテンションが上がる元気な曲のプレイリストを作っています。満員電車の中でテンションを上げるんですか？そうなんです。ノイズキャンセリングのイヤホンをつけてお気に入りの曲を流すと、周りの人が気にならなくなって、自分がミュージックビデオの主人公のような気がするんですよ。ミュージックビデオの主人公ですか？それはゆいさんらしくてとても明るい解決策ですね。ええ、現実逃避って言われるかもしれませんけど、イライラして疲れるよりはずっとマシだと思います。心の中だけで楽しむのは自由ですからね。確かに。嫌なことに集中しないで自分の好きな世界に没入するのはとても効果的なストレス対策だと思います。他にも何かアキラさんならではの細かいテクニックってありますか？そうですね。乗る車両と立つ位置はかなり計算しています。計算。やっぱりアキラさんは効率重視ですね。はい。降りる駅の階段に一番近いドアを調べておいて、必ずそこに乗ります。そうすれば、電車を降りた後もスムーズに歩けますから。階段から遠いとホームをたくさん歩かなきゃいけないですもんね。ええ。それに、ドアのすぐ近くは人が頻繁に出入りして落ち着かないので、できるだけ車両の奥の方、連結部分の近くに立つようにしています。なるほど。ポジショニングですね。自分の居場所をしっかり確保する。それは私も参考になります。ゆいさんは他に気分を良くする工夫はありますか？私は好きな香りのハンドクリームを通勤前につけるようにしています。香りですか。電車の中はいろいろな匂いが混ざっていて、それが不快な時もありますよね。そうなんです。だから自分の手首からふわっと良い香りがすると、それだけで少しリフレッシュできるんです。柑橘系とかラベンダーとか。それはいいアイデアですね。視覚や聴覚だけでなく、嗅覚でも自分を癒しているんですね。あとはとにかく動きやすくて快適な服や靴を選ぶことですね。おしゃれも大事ですけど、通勤で疲れないことが最優先です。完全に同意します。足元が痛いとそれだけでイライラが倍増しますからね。こうして話してみると、アキラさんは環境をコントロールする。私は自分の気分をコントロールするという感じで全く違いますね。ええ。でも、目的は同じですよね。毎日の通勤を少しでも快適にして、良い状態で一日をスタートさせること。本当にそうですね。通勤時間がストレスだらけだと、会社に着いた時にはもう疲れ切っていて、仕事のパフォーマンスも下がっちゃいますから。だからこそ、通勤時間を単なる移動や我慢する時間と考えないことが大切だと思います。アキラさんにとっては、スキルアップや読書のための時間だし、
私にとっては好きな音楽を聴いてリラックスするプライベートタイムというわけですね。はい。どうせ毎日乗らなければならないなら、少しでも自分にとってプラスになる意味を持たせるのが一番ですね。私も明日はアキラさんの車両の奥の方に立つというテクニック試してみようかな。それなら早起きしなくてもできそうですし。ぜひ試してみてください。僕は、たまには、ゆいさんのように少し高いコーヒーを買って電車に乗ってみようかな。ちょっとした贅沢も悪くない気がしてきました。わあ、嬉しい。アキラさんがご褒美コーヒーを楽しむなんて新鮮ですね。絶対に気分が上がりますよ。新しい発見があるかもしれませんね。さて、今日のテーマ、通勤ラッシュでイライラしない秘訣についてたっぷりお話ししてきました。リスナーの皆さんは効率を求めるアキラ派ですか？それとも楽しさを求めるユイ派ですか？きっと自分なりの別の秘訣を持っている方もいると思います。よかったらコメント欄で皆さんの通勤の工夫を教えてくださいね。皆さんのアイデアを読むのを僕たちも楽しみにしています。そして今回のチャットのスクリプトはトップのコメントに載せてあります。シャドーイングや単語の復習にぜひ使ってください。文字を読みながら聞くと新しい発見があるはずです。日本語の勉強を応援しています。今日のポッドキャストが面白かった、役に立ったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が僕たちが動画を作る大きな力になっています。それでは明日の通勤が少しでも快適になることを願って、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。気をつけていってらっしゃい。